さて、生き物らしさまでもプログラミングできるオープンワールド自動化クラフトゲームがついに正式版発売とのことで、今回はオメガクラフターの紹介を行います。こちらマイクラやバルヘイム、パルワールドあたりと同じ流れを組むサバイバル系ゲームです。はじめは何も持っていない状態から世界に投げ出されるところから始まります。周りには木や岩があるので、それら物資を集めクラフトを繰り返し、拠点を大きくしていきます。大きくするほど新たな施設がアンロックされ、できることが飛躍的に増えていきます。合わせてキャラクターの育成要素もあり、何か作業すればレベルアップしたり、装備で強化できます。無限に拠点作りに力を入れても良いし、冒険して最後のボスを倒すことを一つの目標としても良い。そんなジャンルです。この手のサバイバルゲームは世にたくさん出ていますが、それだけ埋もれてしまいやすく、世の注目を集められない作品もあります。どれだけ他と差別化を図れるかが肝です。ここで今回のオメガクラフターは、なんとビジュアルプログラミング要素を導入しているという点が唯一無二の特徴となっております。相棒あるいは拠点の住人としてグラミーという可愛いキャラを雇い、その行動をプログラムできます。プログラミングというのは世のあらゆるシステムを作るために専用の言語を用いて記述を行う行為です。例えば以前私は娘の部屋というホラーゲームを作りましたが、あれは C# という言語でプログラミングしています。ただプログラミングに馴染みがない人がいきなり何か作れと言われてもできるわけがありません。そこで誰でも組めるようにしたのがビジュアルプログラミングです。近年ではアンリアルエンジンが強力なものを採用しており、経験ゼロでもゲームを作れてしまうと言われています。オメガクラフターは簡易的なスクラッチ風のツールを実装しました。スクラッチは今義務教育で触れるそうです。2020年頃からプログラミングが必修になっています。そしてこのスクラッチ風ツールによりグラミーという可愛いキャラに対して一定の命令を組み込めます。わかりやすい話、パルワールドのパルは拠点でほぼ自動で行動しますが、その行動をプログラミングである程度制御できるのがオメガクラフターです。パルと同じくグラミーもとても可愛いので、グラミー版パルワールド自動化プログラミング添えみたいな形で遊ぶとスッと入れます。次にプログラミングというと難しそうと思われる方もいるかと思いますが、オメガクラフターでは本当に簡単な基礎的な部分のみ触れます。テンプレートもあるため、それを用いてしまえばほぼ考えずに遊ぶこともできます。ただし、このプログラミング部分がこのゲームの一番売りでもあり、面白い部分なわけです。先ほどの通り、拠点でパルをもっと制御したいというその答えがこのゲームには用意されているわけです。触れずに終わらせてしまうのはもったいないです。言ってしまえばサバイバルゲームを遊ぶよりもこのプログラミングとにらめっこする時間の方が長くなる可能性があります。ただそれだけ考えることは面白いわけです。気づいたら時間が過ぎ去ってしまうくらい熱中できます。初心者の人にはわかりやすく、玄人の人は用意されたパーツでできそうなことを試行錯誤しまくる形になります。これをこう組み合わせたらできるんじゃないかとか、この命令文は意外な使い方があるんじゃないかとか、可能性をひたすら探ります。ここにハマって私は一向にゲームが進みませんでしたが、この検証部分が一番面白かったです。大体何ができるのかですが、例えば自動で木を伐採させ回収し、スタッシュに入れ、種が落ちていたら自動で植えるを繰り返すとかです。さらに別のグラミーには、スタッシュに木が入っている場合、特定のクラフトを行わせることができます。一体のグラミーに対し命令文をたくさん設けると、もっと複雑な行動はできるかもしれません。ただ用意されているのが基礎的な部分のみなので、プログラミングの思想からはあまり行ってはいけない書き方をせざるを得ない状況も発生します。それを考えるとグラミーごとに役割を分担し、プログラミングも分割するのが本来の正しい形です。ただし、プログラマというのは困難にも立ち向かいたくもなるわけです。システム改善を図るのが仕事だからです。無理は承知で無茶なことをさせたくもなります。他の自動化ゲームとは一線を画した万能なグラミーを作りたくなります。他に何かをやり遂げた時にランダムで特定のセリフを話すとか、色を変えるとか、ランダム性も持たせられます。ただの工業ロボットではなく、生き物らしさもプログラミング可能です。散歩とかさせるのも良いでしょう。これは AI プログラミングとも言えます。凝った内容にするほど愛着も湧きます。ということから可能であればもっと上級者モードみたいのが欲しいところです。より複雑なプログラミングが可能になるツールが開放されるとかです。
一応今回の正式版に伴い追加されたコンテンツの一つにプログラミングをとことん行って楽しむパズルゲーム的なものが用意されています。それのみで行えることがもしあるのであれば通常時でも欲しいです。ただゲームメディアのインタビューでは通常のサバイバルモードを遊んでほしいという思いもあるようで、現状はうまくバランスが取られているのでしょう。序盤から間口を広げるという意味では最低限のみ設けるというのは当然なのかもしれません。何よりもグラミーが自分の思った通り動いた時、可愛さも相まってプログラミングに触れたことがない人には特に感動を覚えるかと思います。パルワールドのパルの動作をもうちょっと細かく自動化したいとか、世の工業ゲームでのベルトコンベヤ引きとは異なる自動化ゲーを楽しみたい方には特にうってつけの作品です。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。正式版発売日は2025年5月15日で、価格は現在 30% 割引の1960円となっております。ちなみに正式版に伴いバイオームが一つ追加されました。以前のアップデートでは日本風の舞台も追加されています。それと無限に拠点作りを楽しめるクリエイティブモードや、先ほどのプログラミング中心の祠が追加されています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした要素をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。オメガクラフター。バディのグラミー名が設定できますね。バディグラミーの色。お、青れでいいかな。あとは装飾品か。ちょんまげ。これいいな、これ。他にも色々設定できますね。お、このそられるね。難易度はカジュアル、イージー、ノーマル、ハード、超ハード。で、とりあえずノーマルで。さあ、始まった。始まりの草原。まずはチュートリアルですかね。近づいて E でアクセス。これか。転送ポット。アイテムが入ってますね。シフトクリックでさっと装備かな。次は M。マップを開く。ここにボスがいますと。まずは準備をしましょう。ビルディングね。街のシンボルを配置する。ここを中心に街を作る形になるですかね。じゃあここに。作成。おう。髭が生えたグラミーだ。最初は作業台。作業台はクラフト。これか。じゃあこれを目の前に配置しようか。自由に配置できるようだね、結構。グリッド配置はコントロール。結構重ねることもできますね。重ねてみた。F で選択したものを作れる。まずは斧。石に枝が必要である。石は水辺に落ちている。マップはこれランダムでいいのかな。こっちが川ですね。あそこにある。スタミナもあるようだね。さあ、石を回収。ジャンプに。どっちもあるね。スタミナを使ってる。素材を入れてクラフト開始。よっ。できた。できたら、E で取り出すと。では木を切りましょうか。斧の切るモーションじゃありませんね、これは。戦闘のモーションだな。あ、切れた。やったー。さあ切って、木材が集まる。次にグラミーに協力してもらう。コーディングエディター。さあ来た。これで自動化が行えるんですね。読み込み？まずはサンプルを読み込むと良いと。ここでカスタマイズができる。再生ボタン。これはもう命令ができてるのかな。再生ボタンが押されたとき。これ if 文かな。ずっと繰り返す。while。近くの木を探し、慣れるまで攻撃する。こういう命令があるんだ。さあ、プレイ。お、どうだ？これで私も開発者の一員になった。グラミーを使っていろいろ効率化しましょうと。G を押すとプログラムが開いたままエディターを閉じられる。G。来てくれてますね。斧の装備とか必要ないのか？いや、斧装備してますね。いつ装備したんだ、斧。目的地が遠すぎる。しかし、一定時間経ってまた切り始めた。これは便利だ。G を確認。これを出している間はカメラ操作ができませんね。このキノコとか。どうした？レベルが上がった？スキルポイント割り振り。T でタブレットを。ボスとの戦いに備える。バディグラミーを強くするんだ。どれを鍛えたらいいんだ？未使用のスキルポイント。プレイヤーとグラミー。
二人分かな、これ。とでボス戦ということで、攻撃力でいいんじゃないかな。ポイント割り振りましたね。グラミーは下か。ここのね、グラミーは何を鍛えるか。最終奥義。気絶してしまう。攻撃力でいいかな。これはプレイヤーの半径内に木がある場合ね。木を狩るっぽいね。一緒に行動してるからかどうか。前方なんかあるね。お、バグのかけらだ。これでグラミーを呼び出せるようになる。たくさん集めれば。食べ物を食べると一人ではスタミナが一時的に上がる。バフですかね。バルヘイム式とも聞きました。キノコ。食べてみた。ライフが5上がったのかな。いけるぞ。ボアが来た、ボア。やるぞ。戦い。あ、ダメだ。グラミーの命令が木を切るようになってるから。うら。あ、やれそうだね。あ、戦ってくれてる。矢を撃ってるよ。どこで矢を補充してるんだ。で、このボアなかなか賢いね。横に避ける。戦闘は優先するようだね。レベルは何で上がるんだ。さっき木を切っていたら上がりましたよね。それでも上がるのかな。水にもなんかあるよ。これは釣りスポットかな。スタミナ減りますね、水の中は。範囲から出るとついてくるようだね。切ってる途中でも。木の矢の作成を自動化しましょうって書いてあるね。よく見ると。シングルコンテナをビルディングメニューから2つ作る。収納。これか。スナップするときとしないときありますね。重ねることでスナップは可能だ。上にも行けんのかなこれ。いけそうだね。結構自由度ありますね、これ。片方に木材を入れる。入れてみた。ああ、これは見やすいね。その後、街のシンボルにカーソルを合わせる。ここでグラミーを召喚する。バグのかけら。召喚。街グラミーが1点増えた。ああ、可愛らしい。エディター。これで命令が出せる。さらに、加工台を使わせる。決定。木材の入ったコンテナを選ぶ。これ。あとは木の矢をしまうコンテナを選ぶ。シングルコンテナ。決定。これで自動的に組み込まれましたね。プログラミングが。ずっと繰り返す。次の処理に挑戦する。一回繰り返す。これ一回繰り返した後、失敗したらアイテムを持って、ああ、なるほどね。さらに if 文が追加されている。じゃあ再生してみよう。お、木の板を、入れた？今何やってんだ？おお。現在どれを実行してるかっていうのはリアルタイムで確認できないのかな。ちょっと木の矢が作られて、ここに入れられた。で、木材を取り出して、ここに配置して、で、矢を作ると。これで自動化ができたわけですね。ここに命令を加えてみたいね。コピーとかできるな。コントロール Z でキャンセルできる。設定したもの。それ便利だ。あとはグラミーに拾ってもらう命令を出したいですね。近くのアイテム。石拾い、これか。これで採掘と石拾いを同時に行ってくれますね。石以外も拾ってほしいな。拾った後、プレイヤーに渡す。何個持てるんだろうね、このグラミーは。アイテムをね。全部は、素材全部。すべて、全部みたいな命令できないの。もっと汎用的な命令出したいな。if 文を確認しよう。周囲に〇〇がある場合。とりあえずこれでいいか。これは2ついらないよね、命令。上に置いとくか。ずっと繰り返す。これは繰り返さないの。押された時1回だけって話か、これ。ずっとにしないと。これどうだ？よし。さあ、拾え。石を。あ、再生ボタン押してなかった。来た。さあ、たまちゃんが石を拾って、お？どこ行くんだ？あれれ？石を拾ったが、プレイヤーに今渡した？ちょっとわからんな。木を買って、これ以上持つことはできない。で、プレイヤーに渡しに来た。で、さらに石を探して、拾って、木を伐採始めた。ああ、拾った後に、これが必要なんだ。こっちに渡す命令がね。こういうことか。で、上から順番だから、鉱石の次に木材ってなっちゃうんだね、これね。並行するとかそういうわけじゃないんだね。次の処理に挑戦する。これが使えるかな。とりあえず全てにおいて、アイテム拾いとアイテム渡しは優先したい。とりあえずずっと繰り返す。次の処理に挑戦する。これを活用してみるか。
もし相手を持ってる場合は、プレイヤーに渡す。これを優先する。持ってない場合、次の処理に挑戦する。近くの石。これは異不分の入れ子になっちゃいますね。まあ仕方ないか。これでなんとか、相手を持ってる場合は、プレイヤーに渡して、近くに石があれば石を拾う。木があれば木を拾う。で、拾って回収。で、その後、さらにこれらが失敗した場合だね。木も石もなかった場合、鉱石破壊、もしくは木を破壊。こうかな。再生。今再生中か。もし相手を持ってるならプレイヤーに渡す。失敗したら次の処理。破壊してくれませんね。近くに木がないからかな。どうしたたまちゃん。よし来い。そこに木があるぞ。どうだ。あれ動いてくれないな。なんか間違ってる？これをもうちょい分解して噛み砕く必要があるね。まずは細かい単位で調べよう。まずこれだよな。これの木材だけをちょっと試してみようか、一回。これで再生してみる。現状はアイテムを持ってないし、近くに木材がないから拾うこともない。これちょっと木材をね、出してみましょう。さあ、壊して、どうなる？木材来たよ。おー、ちょっと思っていたのと違うようですね、これはね。じゃあちょっと組み直すか。あ、これでいいのか。シンプルにこれでよかった？もしかして。もしアイテムを持ってるなら、プレイヤーに渡す。そうでなければ、次の処理。さらに異風の入れ子。いやでもこれだけではダメだよな。そうでなければの条件が。そうでなければ。何々間は繰り返すってあんな。これなんだこれ。周囲に木材がある間は石を1個拾う。プレイヤーに持ってるアイテムを渡す。こうか。とりあえずこれで実行してみましょうか。周囲に木材があれば拾ってプレイヤーに渡す。で、周囲に石があれば石を拾ってプレイヤーに渡す。で、周りにこれらアイテムがある場合はね、これを永遠に繰り返します。で、ない場合に次の処理。木を探して木を破壊する。で、これだとな、絶対に木を優先しちゃうんだよね。で、木がない場合は鉱石だけどね。これどうにかしたいね。まあいいや。お、早速、木を拾って、拾ってくれてますね。いいぞいいぞ。うまく動いてるよ。さあ、木を拾い終えたと思いきや、木を切り始めた。うまく機能してますね、今んとこね。これ何だったんだ？木の種か。さあ、また、木をね、拾って渡してくれますね。向こうに石があるけど。探してるものは見つからない。お、来た。石を掘り始めた。石を機能してますね。思い通り。素晴らしいな、しかしこれは。見事な自動化だ。一応バディは冒険のお供でね、回収してくれるよと考えていいのかな。全回収命令欲しいよね。なんとかなんない。アイテムを持ってるなら渡すってあるね。アイテムを持ってない場合ってあんの？拾った後に。絶対拾ってるからね、持ってるわけだけど。このもしは必要なのかな？なんか必要なさそうな感じするんだけど。ワイルドカードとか欲しいよな。この丸はこれなんだ、丸。コメント？これなんだこれ。これなんか使えばいけそうだね、これね。丸ってなんだ、丸。丸？ここにはめられるんだ。なるほど。でも近くの何を探し1個拾うができなさそうな感じがする。プレイヤーに持ってるアイテムを渡すはね、できるけど。これをまとめられんのか？ちょっとお試しで。処理を再び先頭から実行する。これは昔のなんかプログラミング形態だね。何行に飛べみたい。せざるを得ないのか。これまたはね、入れ子になっちゃうの。なっちゃうな、これな。すごいことになりそうだけど。石がある。木材がある。入れ子になっちゃうね。全回収は、とりあえず諦めるか。すごいことになっちゃうから。もし〇〇ではないなら、これどうなんだこれ。どういう命令だこれ。もしこれではないなら、実行する。これの入れ子しか考えられないんだよな、今んとこ。すっきり書くために。もう一回挑戦しよう。木材を運んで、木材からこれらを挑戦してる。で、失敗した。これ止まっちゃうんだな。挑戦を試みると、しばらくね、フリーズの時間発生しますね。でも、一応思い通りに動いてるな。拾ったら、一回処理終了みたいな、その命令が必要だね。
やっぱりなんか動いてるね、これね。意図通り。さっき動かなかったけど。なんか間違っていたかな。上から順番にフローチャート。相手持ってるなら、プレイに渡す。フリーズはやっぱりちょっと気になっちゃうけど。しかし処理をね、綺麗に書くためには、これかな。アイテム渡した後に、やっぱり止まっちゃうな。実行は始めた。やはりあまりスマートじゃないな、試みが。スマートではないが、記述としてはシンプルなんだよね。もうちょい綺麗に書けんのかな、これ。文字数ってこれ何使うんだ、これ。何に何が含まれてる？数字 ?1 に2が含まれてる？どういうこと？これ何の意味があるんだ？これはめられるけどね。何回実行するみたいな話か、これ。0と1で、なんかそういうもの組めみたいな話か、これ。超複雑に。0と1さえあれば、ね、コンピューターが作れるという話か。あるもので作ろうとするとやっぱり難しいんだね。理想のもの。とんでもないソースコードになってしまう。あと、これが今後、なんか増えるのかどうかだよね、条件がね。それも知りたいな。命令文が。とりあえず木材と石集めは、こうかな。今んとこ一番スッキリしてそうな処理はね。林業させるには、畑が必要っぽいな。畑。とりあえずこれに作ってみるか。街のコンテナ内のアイテムを使ってる。街に置いたコンテナは共有になるのかな。この感じね。木の種。2マス。時間は500秒。10分はかからない。木が生えるまで。さあ、残り5秒ですね。木が生えた。起きたよ。待て。味方のグラミーが。止めろ。さあ、木を切って、木材回収。それをコンテナに運ぶと。いいねいいね。で、木の種出てますね。あれもやっぱり回収が必要だな。これで永久期間ができるのか。とても動きが可愛らしくていいね、ほんと。さあ、木材がなくなったので、再び。種拾いましたね。種植えた。なるほど。もう命令に入ってるんだ。すでに。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。